はい、皆さんこんにちは、高谷です。本日は2024年1月26日です。今回は HKT48 劇場でチーム K4 ここになってテンションを得る公演があるので HKT48 の劇場に向かっています。ついに2024年が始まりました。新年に入り、まず一つ目のトピックが6期研究生の昇格です。先日のチーム H 公演では昇格したばかりの3人、生野里奈ちゃん、北川ひいろちゃん、渋井美奈ちゃんが昇格後初めてのチーム H 公演に出演しました。その時の動画はすでに投稿しているので気になる方はご覧ください。チーム K4 には大場里咲ちゃん、立花心ちゃん、福井カレンちゃん、森崎さやちゃんの4人が昇格しました。本日の公演はこの4人が昇格して4回目のここになって天使はいる公演です。正規メンバーに昇格するとユニットに出演できたり髪型のアレンジなどができます。ちなみに昇格後初めてのユニットは大場里咲ちゃんと立花心ちゃんは何度も狙え、福井カレンちゃんはお乳の上履き、森崎さやちゃんはこの世界が雪の中に埋もれる前にでした。本日のユニットには変更はあるのでしょうか。また本日の公演ですが、北川ひいろちゃんと山下エミリーちゃんが休演となります。代わりに渋井美奈ちゃんと大内凛香ちゃんが出演します。渋井ちゃんはチーム H に昇格し、すでに目撃者公演には何度も出演していますが、チーム K4 のここになってテンションを得る公演は昇格して初めて出演します。つまり初めてチーム K4 のユニットに出演します。急遽出演ということもあり、準備期間もあまりなかったと思いますが、どのユニットに出演するのか注目です。また僕の今回の座席番号は110番でした。前方ブロックの席ではありませんが、後方ブロックの前から3列目とそれなりに見やすい場所で本日の公演を楽しむことができます。それでは時間ですので、ここになってテンションを得る公演を楽しんできます。ここになって天使はいる公演が終了しました。本日も無事に終了してよかったです。外は相変わらず暗く、そして寒いです。現在の気温は5度です。福岡にしてはかなり寒い方です。先日は雪も降っていて0度の時もありましたが、いつも通り公演の感想を話をしていこうと思います。感想とは言っても本日は通常公演ですので、気軽に雑談ベースで話をしていこうと思います。まずユニットに関してですが、本日は急にメンバー2人の休演があり、研究生も2人いたのでユニットはどうなるのかと思ったんですが、渋井ちゃんは何度も狙いでした。おそらくチーム K4 のユニットに出たのは本日が初めてだと思うので、しかも急遽出演だったので覚える時間はあったのかなと思ったんですけど、さすがは正規メンバーに昇格するスキルは身についたということで、振り覚えなども早くなったのかなと思います。他にもねねちゃんは夢のデトボディを含め2回転でした。また本日は山下エミリーちゃんが肩の怪我のため休演だったので、いつものジッパーのセンターポジションには今村まりあちゃんが入りました。ジッパーのセンターはセクシーさを求められるポジションではありますが、マリアがそのポジションにつける日が来るとは時の流れを感じます。残念ながら本日は北川ひいろちゃんが休演だったのでチーム K4 でのユニットを見ることはできませんでしたが、次のお楽しみとしておきます。渋井ちゃんのユニットが見れたのは非常に良かったです。2024年に入り6期研究生が昇格したことでチーム H は16人、チーム K4 は15人になりました。そのため今回の K4 メンバー以外の出演枠は1枠しかありません。他のチームの助っ人メンバーがユニットに出演するのはかなり珍しいことです。運よくそれを見ることができて良かったです。話は変わりますけど、ペイペイドームのこの場所には札ドラがあるんですね。北海道に多くあるドラッグストアで、福岡で見たことは1回もないので、ここで見ることができてびっくりしました。ちなみに僕はですね、約2年間北海道の稚内に住んでいたことがありました。その時によくこの札ドラにはお世話になったんですけど、中身は至って普通のドラッグストアです。本日の公演は秋吉ゆかちゃんが舞台のため欠席でした。今回の出演メンバーの中で一番先輩メンバーは3期生ということになります。エレタンが本日の出演メンバーの中では一番先輩ということになります。これもまた時の流れを感じます。ジェンザガールをやっていた時から知っているので、これも長くファンを続けているとあるあるなことなのかと思います。竹本くるみちゃんは相変わらず体が小さくて可愛かったです。おそらく HKT の中では現在一番背が低かったと思います。少し前は6期生の石松優奈ちゃんが一番背が低かったんですけど、お披露目時と比較して15センチほど身長が伸びたみたいなので、そろそろクルタンを抜いているかもしれません。さらに本日田中よりちゃんは髪をバッサリ切って大
大幅なイメチェンをしていました。ファンの人によって好みは分かれると思いますが、個人的には髪を切ったいおりちゃんの方が好きです。これは HKT48 のメンバーあるあるですが、もともとロングだったメンバーがバッサリと髪を切るとすごく垢抜けて可愛く見えます。例えばもうだいぶ昔のメンバーになりますけど、2期生の井上ゆりあちゃんはその典型例でした。卒業発表をした後に髪を切ってショートヘアになったんですけど、その姿が本当に垢抜けていて、正直このまま卒業してしまうのはもったいないと思ってしまいました。他のメンバーの今後の髪型の大きな変化にも注目したいところです。よく言われていることなんですけど、相変わらず渋井ちゃんと栗山ちゃんの話し方や声が似ていました。この2人は声だけだと聞き分けができないぐらい、話し方から声の質まですごく似ています。公演終了後にファンの人に挨拶をしてステージから出ていくんですけど、その時の渋井ちゃんのありがとうございましたと栗山ちゃんのありがとうございましたが全く同じでした。このようにしょうもないことではありますが、少しのことに気づいて楽しめるのも劇場公演のいいところだと思います。今回は雑談ベースで話をしてみました。本日は出演予定のメンバーが2人も休演となり、何かとバタバタしそうな公演ではありましたが、終わってみればそのようなことはなく、通常公演らしいいつも通りの公演でした。僕の推しメンである渋井ちゃんともチーム H 公演、そしてチーム警報公演、どちらの演目でも見ることができてよかったです。お見送り会では笑顔で見送ってくれたので、それも良かったです。この辺でこの動画は終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。